はい、こんにちは。ポッドキャスト撮っていきたいと思います。ちょっと久しぶりになっちゃったんですけど、ここ1週間ぐらい、いまいち体調が優れず、仕事はなんとかやっていたんですけど、頭がぼーっとしたりね、あとは声がちょっとおかしかったりしたんで、ポッドキャストがなかなか撮れませんでした。昨日岩盤浴行ってね、すっきりしてだいぶ良くなりましたね。マッサージ行ったりとかして良くなりました。多分気温の変化ね、先週日本に帰ってきてですごい寒くて、天気もずっと悪かったですよね。帰国後も友達と会ったりとか、あとは実家行ったりとか、いろいろ出かけてたりしたんですけど、なかなかね、体調が万全じゃなくて。やっぱり私はゆっくり家で一人で過ごしてる時が一番リラックスできて、仕事も好きなんでね、そういう時間が私にとっては必要なんですよね。今日は家で仕事してて、さっきカフェに行ってコーヒーを買ってきて、今またデスクに戻ってきて、落ち着いてポッドキャストを撮っています。そう、YouTube にも上げることにしたんで、この間 YouTube チャンネルをもう一つ作って、早速2つアップしてます。Spotify と全く同じものをアップしてるので、どっちか聞いてくれればいいのかなと思います。聞いてくれたら嬉しいなと思います。もうほんと今月は3週間ぐらい海外にいたのと、で戻ってきてちょっと体調悪くてっていうのがあったりして、でいろいろ出かけたりもしたんですけど、ゆっくりできた。ゆっくりしながらも仕事をして、新しいこと始めたりとかいろいろできたんで、ちょっとまたそのね、今月の振り返りみたいなのも10月末に撮りたいなと思います。で、今日は私のね、大好きなアニメの話をちょっとしたいなと思ってるんですけども、今月ね、10月に日本の内閣、ね、高市内閣が発足されまして、で、その中で、小野田さんっていう女性の方が、初入閣をされたんですけども、本当かっこいい女性でね、私も好きなんですけども、で、彼女がアニメがとってもお好きということで、何が好きなのかっていうのはあえて言ってなかったりとか、もちろん SNS とかそういうテレビとかでそういう詳しい発言は控えてるっていうみたいなんですけども、昨日かな、動画が流れてきて、その小野田さんが、そうインタビュアーの方に言われてたのが、鬼滅の刃がアメリカでもうめちゃくちゃ大人気、ね、この間の映画ですよねって言われて、小野田さんも笑ってたんですけど、やっぱり日本のアニメっていうのはただの経済効果ではなくて、日本のアイデンティティって私もそう思うし、だから、これからも、アニメといえば日本みたいな感じで、感じでやっていってほしいとは別に言ってなかったですけど、ね、そういう発言をされてて、だから日本に興味がある人、日本語を勉強してる人、やっぱりアニメとか漫画がきっかけの人が多いっていうふうにおっしゃってて、でそれに対する動画のコメントも、結構そういうね、海外の方ってやっぱり
アニメ好きですよねとかっていう、コメントがあったんですね。で、私が思うのは、案外そこまででもないなっていうのは、思う。日本語学校で働いてたりして。でもね、やっぱ多いですよ。めちゃくちゃ多い。いや、でもやっぱ多いか。なんか私一回日本語学校の時に選択授業でアニメのレッスンやった時にもう圧倒的に多かったな。ズームに入りきらないぐらい来たんで、やっぱね、もちろん多いは多いけど、別に全員ではないよっていうのは思うし、あとね、日本人、もちろんアニメを作る技術もそうだし、やっぱり何より、日本人の方が考える作品、もう本当にね、なんかもうすごいな。いやもう、いい意味で頭おかしいんじゃないかっていうね、作品、人気作品はね、もう私は本当につくづくアニメとか漫画を見ながらもう思っちゃうんですよ。よくこんな話考えられるな。よくこんな展開作れるな。頭どうなってるんだろうってね、思うぐらいなんですけども、日本人はそういうね、アニメっていうところは優れていますけども、別に日本人もみんなアニメが好きかといったらそうではない。割合的にはね、そんな多くないですよね。日本語学校いた時も、あれは職場がね、学校っていうのもあって、先生100人ぐらいいるかな、100人、教職員100人ぐらいいて、アニメ好きっていう人多分ね、3、4人ぐらいしかいなかったと思います。そのアニメが好きっていう程度にもよりますけどね。だからその好きっていうレベルは別にどのレベルでもいいんですけど、この一つのアニメが大好きとか、あとはもうね、もういろんなアニメが大好きとか、その好きの程度もね、アニメだけ好き、漫画も、原作も見る。もう好きすぎて、そうね、二次創作も大好きってね。二次創作っていうのは、その作品を、別の人、ファンですよね。ファンの方が作る、小説だったり、イラストだったり、また漫画だったり。でそういうのも、私は結構ね、そういうのも好きですけども、もうやっぱ好きのレベルっていろいろあると思うんですけど、だからそのね、小野田さんが言っていたように、日本イコールアニメ。私も本当それは思って、逆にアニメが廃れたら、もう日本って何があんのって言ったらね、そんなことないんですけど、他にもね、いいところはあると思うけど、私はでもその昨日の小野田さんの動画とか、発言を見て、私もやっぱりアニメが大好きで、海外の方もそれをきっかけで日本を知った、日本に興味があるっていう方が多いんだったら、なんかそれに関する発信を私はしていったら、そういうアニメ好きな海外の方が喜ぶのかなとかちょっと考えたんですよ。ただ、日本×アニメって、めちゃくちゃ広いですけども、そういう発信してる人もいるのかな。なんかやっぱりね、案外いないなと思うんですよ。一般的なアニメ、一般的な感覚だったら話せるけど、深くは話せないっていう方は多いんじゃないかなと思って、そう、私 YouTube でもアニメの話を撮りたくって、インスタでストーリーでアンケートして、日本の
好きなアニメとその理由を教えてくださいって言ってね、それまだ撮れてないんですよね。もう JLPT になっちゃうから、その動画を上げてる場合じゃないので、12月中には、上げれるように。私も、撮りたいんですよ。やっぱり語りたいから。で、その動画を撮る理由、その動画を上げようって思った理由なんですけど、YouTube のね、それ撮るときにも話そうとは思うんですけど、ある時に、日本語学習者におすすめのアニメランキングみたいな記事が出てきて、でそれを見た時に1位ワンピース、2位ナルトとか3位ドラゴンボールみたいな感じで書いてあって、で私はもうそれは違和感ですよね。それは日本語学習者におすすめのアニメというか人気なアニメのランキングだな。それイコールおすすめでもいいんですけど、私はワンピースとかナルトとか見尽くしてる中で、漫画もアニメもね、やっぱり難しい語彙もあるし、あと、やっぱそういう作品ってちゃんと見ると絶対ハマるとは思う。でもだからこそあんなに世界的な人気なわけで、でも、そのハマるまでに、時間かかる人もいるだろうし、やっぱアニメはアニメなんで、そもそもアニメ自体に関心がない方って、じゃあワンピースを見たところで、きっとハマらないと思うんですよね。だから、日本語をじゃあ勉強したい人におすすめなの1位がワンピースかって言ったら私はそう思わないし、アニメ好きで日本語を勉強したい人におすすめっていうならいいかもしれない。ほんと少年漫画はつくづく難しいなと思いますね。私はキングダムすごい好きなんですけど、中国の歴史のね、中華統一の時のアニメですけども、それは10月からまた新しいシーズンで始まって見てるんですけど、いやあれね、字幕がないと私もその語彙とか漢字がわからないですね。私はね、アニメ見るとき字幕もオンにしてるんですよ、基本的に。その文字とか漢字も知りたいから、ね、特に少年漫画なんか難しかったりするんで、ワンピースとかナルトはキングダムほどではないけど、でも普段使わないフレーズばっかりですよね。それを見て面白いと思ってくれるなら、それはもうとっても私も嬉しいです。ワンピースはね、私の中でワンピースっていうのは、もう一生大好きだろうし、なんかね、アニメに関して言うと、なんか私は本当にこれ大げさじゃないんですけど、アニメがあることによって、もう人生が一生幸せだなっていうのを思ってて、なぜかというと、本当に、現実って結構大変なこととかいっぱいあるじゃないですか。でもそういう時に、やっぱそのアニメを見ると、とか、アニメを見れなくてもそのアニメの好きなシーンを思い出すと、もうね、絶対元気になる。っていうアニメが、たくさんあるので、なんか本当に好きな作品を見てるとき、なんか私はもうすごい幸せを感じて、この作品があれば、で作品が終わったとしても、またずっと見れますからね。私はもうこれがあればもうずっと幸せだなっていうのが、もう特に進撃の巨人とか、もう終わっちゃったけど、すごいそれは思って、進撃の巨人はね、漫画はね、途中まで、最初漫画読んでたんですよ。で、アニメ見て、なんか、去年映画やったんだよね。ファイナルシーズンの映画がやったんですけど、
でファイナルシーズンはもうアニメでも見たんですけど、それを映画館で見て、なんか終わっちゃったけど、結末も分かってるけど、この進撃の巨人っていう作品がずっと残ってる限り、もう何があっても幸せだなっていう、何があっても乗り越えられるな、もう私にはこれがあればいいって思うぐらいもう大好きなんですよね。で、あとね、アニメのいいところは、子供の時に見たものと大人の時に見たものでまた変わる。で、子供の時にアニメを見れるっていうのはもう戻ってこないじゃないですか、大人になると。私やっぱり子供の時からアニメが大好きで、すごい見てて、でも本当その経験が特別だったなと思って、でもそれは作品にもよる。例えば進撃の巨人を子供の時に見てたらきっと最後まで見ないだろうし、怖いっていうのもあると思うし、難しいんですよね、あれは話が。あれは大人になって見たからよかったと思う。でも例えばね、ポケモンとか、あと私はデジモンも大好きなんですけど、他にもね、大好きな作品、例えば、遊戯王とか、子供の時見てたのは、たくさんあるな。でも、セーラームーン、カードキャプターさくらとか、あと私は、コナンもそうか、コナンとか、あとは金色のガッシュベルとか、そういうのを小さい時に見て、で真似してイラストをずっと描いてたりとか、好きすぎてセリフとか呪文とか覚えるわけじゃないですか。それを大人になってやるかって言ったら、でも子供の時に見た作品を大人になってもう一回見ると、これ子供の時このシーンが好きだったなとか、ずっと覚えてるんですよね。キャラクターも BGM も、音楽もね。それを子供の時に見といてよかったって。大人になると、でも私はアニメを見るときは、もうそれだけ、ながら見って言葉があるんですけど、何々しながら見る。私それはしないんですよ。もうアニメに集中したい。最近の子はね、倍速は早すぎるか。1.2 倍速とか 1.5 倍速にして見るとか聞いたりしますけど、多分話についていきたいっていうのもあるらしくって、例えば鬼滅の刃めちゃくちゃ流行りましたけど、でも気持ちはわかるかも。学校に行って自分以外みんな鬼滅の刃の話をしてて、自分がついていけなかったら、で、見たらね、絶対面白いんだろうなって思ってるんだったら私も見るし、で時間がないなら早送りしてみたいっていうのも気持ちはわかるんだけど、でも私はそれはねすごく良くないと思ってて、本当にずっと心の中に残る作品があるかないかで人生の豊かさって違うなと思って、これはアニメだけじゃなくてドラマでも音楽でもいいんだけど、本当一つの作品を噛み締める、何回も何回も見て覚えるぐらい見て、でそのね作品の話をするときはすごい楽しいし、それぐらい夢中になれるものがあるって幸せで、だからその 1.2 倍速で見るとか、あとは忙しいから何かをしながらアニメを見るとか、それぐらい忙しい中で見たいならいいんだけど、私はやっぱりもう集中して見たいですね。もうセリフ一つ一つもうじっくり見たいし聞きたいし、もうテレビでもアニメ見ますけど、隅から隅まで見たくなっちゃうんですよ。で、好きなものは1回じゃ足りないんで何回も見たいんですけど、さすがに今は忙しいんでね、そんなもう今自分がニートだったらそれやってるかもしれないけど、
私は仕事が好きなんでね、それはないかな。だから昔よりはアニメもゲームも全然やっておりませんね。もう我慢してます。ポケモンのゲームとか、任天堂のゲームとか、もう大好きだったんですよ。学生の時。ずっと一日中ゲームしてて。うちは親がそんな規制とかしなかったんでね。で、そのゲームの面白さっていうのは分かってるから、もうずっとゲームはしたい。社会人になって、でも、そう、私結構自分に厳しいんで、いや、ゲームしたらもう一日中やってしまう。で、時間制限があるゲームは嫌だと思ったんですね、私。例えば、ポケモンをやるんだったら、もう徹底的にやりたい。仕事をしながら、もう忙しいから1日2時間までやろうとか、ましてや仕事をしながらやろうとか、それはやっぱ絶対嫌なんですよ。だからゲームはやらないし、アニメも昔はね、アニメって春、夏、秋、冬に始まるから、次の冬のアニメなんだろうって調べて、見たいやつチェックして、それで見てたんですけど、今は一切見ないですね。その何のアニメが始まるかっていう。もうよっぽど好きなものだけ、チェックして見るけど、今はね、そんなにないかな。もう昔からやってるキングダムとか、ワンピースとかね、あとヒーローアカデミアもまたやってるか、とか、コナンとかね、あとしんちゃん、クレヨンしんちゃんも好きなんで、そういうのはまとめて見るかな。もう毎週見てるわけじゃなくって、それは見ちゃうんですけど、新しいアニメをね、一から見るっていうのはどうなんだろう。最近、でもあんまなくないですか？そういう、めちゃくちゃ話題になってるアニメ？最近のものでね。鬼滅の刃とか、私鬼滅の刃すごい好きなんですけど、鬼滅の刃の話はちょっとね、好きな人多いでしょうから、私もね、大好きですよ。大好きだけどね、昔からの少年漫画、少年アニメを見てるといろいろやっぱ比べちゃうんですよね。でもこれ良くないですよね。なんでこのシーンはこうなるんだって私思わないんですよ。基本好きな作品見てたら。もう全部もう作者すごい。もうこの展開すごいって思うのに。ちょっとね、鬼滅の刃に関しては、本当にもういろんな意味ですごい、もう世界一だとは思いますけど、世界一はワンピースだけど、でこういう話をそのインスタでアンケート取って結構たくさん来たんですね。そのアニメに関する。それを YouTube で撮りたいなと思って。ね、なんかアニメを重視して発信していくのもありだし、私自身も好きなんだけど、でも好きなことをやってくってたまに嫌になる時もありそうだな。好きなことをやるか、やりたいことをやるか。私のやりたいことは、日本語を勉強したい人に楽しく、かつ、有益な、で、ちゃんと、便利、いいなと思ってもらえる情報を発信したいっていうのが一番やりたいこと。それが、アニメのコンテンツがいいなら、喜んでやるんだけど、そうじゃない人もいるだろうし、さっき言った通り、アニメが日本語学習にとってベストかどうかは、ちょっとね、これは課題ですね。ここはもう研究していきたいかな。でもちょこちょこ発信していこうかな。前、YouTube でワンピースについて語った動画があるんですけど。でも、あれはね、個人的にはもうペラペラ喋れるんですけど、足りないですよね。何十分でじゃあワンピースを全部語れるかって言ったら。ポッドキャストは好きなこと話していいから、
ちょっとまたやろうかな。ワンピースでもいいし、まあね、他のアニメでもいいんだけど。要はね、今言いたいことは、日本イコールアニメ、とっても小野田さんが言ってたこと、改めて、いいなと思ったし、もう本当に、最近は中国、韓国もアニメ結構ね、すごいですよね。日本でもやってて。で、私ちゃんと見てないんだけど、見たいなと思いながら見れてないんだけど。何年か前、2、3年前に、アメリカで、私の好きなゲームがアニメ化されたんですよ。アーケインっていうね、タイトルもアーケインか、タイトルがアーケインか。で、私、それがアニメ化されるって言われた時に、もうすっごく楽しみで、結構ね、声優さんも、豪華な方たち。で、もう私が大好きなゲームのキャラクターたちが、アニメとしてやるということで、すっごい楽しみにしてたんですね。それネットフリックス限定だったかな。で、もう1話を見て、1話はそんなに面白くなかったんですね。でも、と思って、でも私はワクワクしながら、わーって思って、出てきたって見てて。で、2話、3話、4話ぐらいね、毎週だった。毎週じゃないのかな忘れたけど見てって。で、面白くないなと思ったんですよ。4話ぐらいまで見たときに、あれって思って。なんで、こんなに人気の作品で、キャラクターも魅力的、声優も好き、全然話が面白くならないと思って、で、見るのやめたんですけど、もうちょっと見たかな、5、6ぐらいまで見たかな。私その時思ったんですよ。ね。もうほんとちょっと、ごめんなさいなんですけど、アメリカが作ったからこうなったって思って。でもね、アメリカが作った、例えば、アニメは私はあれわかん、でもテッドとか、あとピカチュウ、ポケモンも実写化されましたよね。ワンピースもね、実写化してるね。あれはすごい面白いし、テッドもすごい好きなんですけど、アーケインはね、いや、微妙でしたね。微妙というか、盛り上がるシーンが全然ない。盛り上がると思って作ってるシーンがあったのかもしれないけど、全然こっちからしたら面白くなくて。なんか、そこが、残念だったなっていうのは未だに思ってて。でも、もちろん日本のアニメもね、そういう作品はたくさんあると思うけど、最近の傾向としては、これもね、数年前にニュースで読んだんですけど、もう1話から面白くしないと、最近の若い子って、1話が面白くないともう見ない。だからもう1話から面白くするっていう記事を見て、で、面白いアニメってだいたい1話から面白いんですけど、でも、意外と1、2、3話ぐらいまで、いまいち盛り上がるとこなくって、何が言いたいんだろうみたいなアニメはある。ただ、4話ぐらいから面白くなっていってっていうアニメもたくさんあるんですよね。昔は。でも今はそうしちゃうと、もう勝てないというか、見る人が少なくなっちゃうから、1話に力を入れるっていう記事を見ました。でもね、ワンピースとか、進撃の巨人とかもそうだけど、1話めちゃくちゃ面白い。だから最近の作品に限らずなんですけどね。でも個人的に、そうだな。ジャンプのアニメはちょっと別、ジャンプの漫画はちょっと別として、例えば、バイオレット・エヴァーガーデンと、あとはリゼロってすごい人気なんですよね。でも私、バイオレット・エヴァーガーデンとリゼロは、1、2、3話ぐらいまであんま面白くなかったんですよ。私個人的には。だし、私、みんなそうだと思うんだけど、自分の意見って一般的だと思っちゃうから、私がこう思ってるっていうことはみんなもそう思ってるだろうなって思っちゃうから。あと、窓マギとか、エンジェルビーツもそうだったな。
いわゆる今言ったものってもう一般的にも人気イコール、神アニメだとは思います。これは一般的人気だからね。でも最初から面白いかって言ったら最初は面白くないと思う。でもトータルで見たらめちゃくちゃ面白いっていう。でも、ね、今言った話ってリゼロはワンクールじゃなかったけど他の作品って、すぐ終わったんですよね。だからそういう作品ってやっぱ最初を面白くしておかないといけないじゃないですか。ワンピースとかナルトぐらい長くやってれば、やってくうちに面白いシーンね、どんどんあって、で、どんどんファンが増えていくと思うんだけど、だからもう最近私そういう短いアニメっていうのを全然見なくなっちゃったから、わかんないんだけど、きっと最近はそういうもう1話から面白くしていかないとなのかなって思いますね。あとね、どうなんだろう、推しの子、私推しの子と薬屋の独り言に関しては、ちょっと言わせていただきたいのがありましてですね、そんなに面白いっていうのをね、私はちょっと思っちゃってね、面白いんだったらぜひちょっと面白いポイントを教えてほしいです。もう一回見たい、私は。推しの子も薬屋の独り言も見たんですよ。推しの子は漫画見た。薬屋もそう漫画も見たんだ。で、推しの子は確かに1話ね、気になる感じ。1話がすごい面白い。で、その後も、なんだろうな、面白い。でもなんか引っかからなかったんですよ、私は。で、結局推しの子は、なんか、私最後見てないんですけど、なんか最後が微妙だったって言われてるのかな。結局もう最後を気にならないぐらい、そんなに興味がないアニメになっちゃったんで、知らないんですけど。ただ、世界観とかは可愛いなと思う。薬屋の独り言に関してはですね、これもね、私さっき YouTube を撮るためにインスタでアンケートしたって言ったんですけど、それのきっかけになったのも、実は薬屋の独り言がありまして、薬屋の独り言、すごい好きな人多い。日本でも世界でも。やっぱ好きなアニメありますかってね、レッスンとか、あとは、東京観光ツアーもやってるんで、そういう時で聞くんですけど、薬屋の独り言見てます、みたいな感じで言われるんですね。で、なんか私も、そうなんだと思って、で、結構日本人の方でも、SNS に載せたりとかしてて、人気なんですよね。ね、私も、マオマオね、すごい可愛いと思うし、ジンシ様ですよね。めちゃくちゃかっこいい、ああいう人好きなんですけど、やっぱ刺さんなかったんですね。薬屋の独り言って、あれは一応青年漫画なんですけど、青年漫画にしては、私あれ何話ぐらいまで見たんだろうな。そんな見てないんだけど、青年漫画にしては過激なシーンがない。で、じゃあ、少女漫画だと思ってみようと思って。結構少女漫画も好きなんですよ。そういう恋愛の話とか。少女漫画にしては、なんか、マオマオがちょっと、薬以外に興味なさすぎ、感情がちょっとおかしい。なんか、やっぱり、怖いものは怖いって思ってほしいし、ね、なんだろうな、ジンシ様を見て何とも思ってないっていうのが、最初はそれでもいいんですけど、ね。で、あとはやっぱり、中国の歴史っていうのを私はそれを知って、見たいって思ったから、私の中でやっぱりね、キングダム、中国の歴史イコールキングダムみたいなものがあったんで、キングダムほどそんなに過激じゃなくてもいいし、そうじゃないと思ったんですけど、あまりにも世界観が緩すぎた。私、緩いアニメも大好きなんですよ。でもね、なんかね、緩い中にもたまーに、ちょっと難しすぎることが出てきたりとか、
からこれは私の個人的な意見なので、薬屋の独り言が好きって言ってる方は、ぜひね、面白いポイントを教えていただきたい。ぜひ、そうなんだと思って、私もきっとじっくり見ればハマるのかもしれないんだけど、でもね、可愛いね。世界観可愛いですよね。そこはとっても、だから薬屋の独り言みんな好きだなと思って、で、本当にみんな好きなのかと思ってインスタでアンケートを取ってみたっていう。でもね、薬屋の独り言って書いた人いなかったかも。そのインスタで、ね、好きなアニメとその理由を教えてくださいって言った時。で、理由まで書けるぐらいだから、やっぱ相当好きじゃないといけないから、私はだから理由も書いてほしかったんですね。好きなアニメ教えてください。だと、もうポン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 っていろいろ送られてきちゃうから、ちゃんと理由が書けるものを教えてほしいって言って。推しの子もなかったはず。やっぱ一般的なね、ほんと、スラムダンク、ワンピース、ナルト、ハイキュー、進撃の巨人とかはあったかな。そうね。いやちょっとアニメについて話すってなると広くてまたいろいろ大変だけど、いろいろ出てきちゃうな。何か一つの作品に関して話すとかの方が何を言ってるかわかるんだけど、自分でも何を言ってるのかわかんなくなるぐらい、あとオタク特有の早口になってた気がします。いやほんとね、オタクってペラ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 早いじゃないですか。で、私、これは本当にバカにしてるわけではないんだけど、オタクの喋り方だ、ふふみたいな感じで、オタクの人を見ると思っちゃうんだけど、自分もね、100% そうなんですよ。それはしょうがない。好きなものを語るとき、早くなってしまう。喋り方には気をつけていきたいと思います。はい。じゃあ今日は結構喋ったので、これぐらいで終わりにしようと思います。この後、JLPT の YouTube を編集しようと思ってるんですが、ちょっとね、長いやつを今度やろうと思ってるので、今日中にアップできないかもしれない。ぼちぼち頑張っていきます。皆さんも頑張りましょう。はい。それじゃあ最後まで聞いてくれてありがとうございました。バイバーイ。